ご視聴ありがとうございます。ゆう旅です。神奈川にある小田原駅の新幹線ホームからスタートです。このチャンネルはコスパのいいホテルやちょっと贅沢なホテルなどを紹介していきます。国内旅行やホテルステイが好きな方はチャンネル登録してくださいませ。腹が減ってはなんとやらということで鶏三昧な駅弁をいただきます。そんなこんなで今回の滞在地である京都駅に到着しました。まず着いて時間があったのでお参りしたのですが、観光の様子は動画の最後に。今回お邪魔するのは以前公開したホテルコメント横浜管内と同じホテルグループのホテルエミオン京都にお邪魔させていただきます。ホテルへのアクセスはこちら。京都駅から一駅隣とアクセスも良好。電車だけでなくバスもあるので観光後でもアクセスしやすいですね。ホテル1階の車寄せ正面出入り口。早速入り口から建物内へ侵入してみましょう。ホテルは3階からのようですね。ホテル側に進みます。階段で上がるもよしですが、エレベーターもあるので車椅子とかでも安心ですね。レセプションは3階みたいです。エレベーターでいざ3階へ。エレベーターから出ると背の高い窓が続く通路が。期待高まる。ロビーになっていました。一面窓なのでとっても明るいですね。早速チェックイン手続き、館内の案内などしていただきました。その他一式いろいろといただきました。後で見てみましょう。レセプションから宿泊階に向かうところでセキュリティドアがありました。ロビー階のエレベーターホール。今回5階のお部屋でした。こちらが宿泊フロアのエレベーターホール。統一されていますね。落ち着いた雰囲気の宿泊フロアの廊下。今回アサインいただいた539号室、エコノミーツインのお部屋です。シンプルなお部屋のようです。早速入室してルームツアー開始です。お部屋に入りました。コンパクトに整理された空間が見えています。今回のお部屋の位置と避難経路はこちら。ドアスコープの下に DD カード。中へ進み、エコノミーツイン21平方メートルのお部屋。シンプルにまとまっていて広く感じます。眺望はホテル北側の眺望が広がっています。すぐ目の前にあるのは京都市中央市場。ホテルの隣の水産棟では見学エリアなんかもあるみたいですよ。窓側からお部屋を見るとこんな感じ。カーテン全開。窓が高いのが個人的にグッドです。ベッド周りを見ていきましょう。ツインでソロだとどっちに寝るか悩ましいですよね。幅 110cm のベッド。ライナーの上に何か置かれていますね。ロゴ入りの手提げバッグ。大浴場に行く時に使えそう。館内着はセパレートで上着はサムエタイプでした。枕は2種類。いつもどっちがいいかなって迷います。恒例のベッドチェック。シーツ、ベッドパッドと続き、マットレスは日本ベッド製となっていました。ベッドとベッドの間も見ていきましょう。ナイトランプはヘッドボードに埋め込まれてます。照明操作パネル。電源コンセントと充電用 USB ポートも。客室内電話機。アラーム付き置き時計。ナイトスタンドの中に常備灯も置いてありました。ベッドと反対側のこちらの壁側を順番に見ていきましょう。シャープ製の加湿空気清浄機もバッチリ。使い勝手の良さそうな丸テーブルと椅子が2脚。これは何かな？
とカバーを開けてみたら電源コンセントと LAN ポートが出てきました。東芝製のテレビ、Wi-Fi の接続情報もこちらに。今回測定忘れちゃいました。スマートテレビ対応ですので YouTube 等も視聴可能です。大浴場や朝食会場、コインランドリーの混雑、利用状況も確認できます。今度はこちら側を見てみましょう。こちらのテレビのリモコン、ザ・ベーシックス福岡にもあった裏側がクワーティ配列キーボードになっているリモコン。こちらも電源コンセントでした。インルームスパの案内、結構遅い時間までやっているんですね。ティッシュボックスや無料のミネラルウォーター、ホテルロゴ入りのメモ用紙と筆記用具、おいしいかわいい散歩と書かれたこちらのリーフレット、ホテル周辺の案内でした。こちらのファイルを開くとドドーンとうなぎが。今回夕食はこちらです。こちらのファイルは商業施設内にある茶室ササラーンに関する案内でした。こちらのファイルの中には貸し出し備品の案内やレターセットが。貸し出し備品のラインナップはこんな感じ。ランドリーサービスもやっているっぽい。ホテルロゴ入りのレターセット。こちらの扉の中には冷蔵庫やらセーフティーボックスもあります。グラスとマグカップ、ティーバッグトレイがあるの嬉しい。コーヒー、緑茶、ジェットブリュー好きなんですよね。アイスペール、タイガー製の電気ケトル、チェックイン時にいろいろいただいたので見てみましょう。こちらがカードキーのホルダー。お夜食の案内、食べようと思ったら売り切れてました。悲しい。カードキーはこちら、シンプルなデザインですね。そして夕食券、もうこれが楽しみすぎて楽しみすぎて。商業施設1階にあるルーブロでウェルカムドリンクもいただけるみたい。あと割引券とかもなんかたくさんいただきましたね。ただのチラシかなと思ったらここにも割引券が。館内施設の案内、ルームツアーの後じっくり紹介します。裏面には大浴場の利用にあたっての注意事項が書いてありました。ルームツアーの最後、まずはこちらのオープンクローゼットから。ハンガーフックは2つ。足元にバゲージラック。大浴場移動 OK なスリッパ、シューホーン、ブラシ、除菌消臭スプレー。ホテルコメント横浜館内にも置いてあったツインバード製の靴乾燥機。オープンクローゼットの正面に水回りが。サニタリールームの入り口の横に全身鏡も。サニタリールーム入って左手にお手洗いが。ウォシュレットは TOTO 製。商業施設でよく見かけるウォシュレットのリモコン。ペーパーホルダーは2ロールタイプ。サニタリールーム、右手にはコンパクトにまとめられた洗面台が。照明スイッチとコンセント。コップが2つ。フェイス&ハンドソープはコーセーのネイチャー&コー。アメニティやハンドタオルがコンパクトにまとまっています。アメニティはこちら、しっかり揃っていますね。スキンケアセットはポーラのカラハリシリーズでした。洗面台の下にタオル一式やヘアドライヤー、ランドリーバッグ。ヘアドライヤーはパナソニックのイオニティ。そしてバスルームへ。
エコノミーツインはシャワーブースのみとなっています。大浴場があるので個人的にはこれで十分です。レインシャワーも完備。バスアメニティはポーラ製。シャワーヘッドは水流が切り替えられるタイプ。レバー式なので間違えてレインシャワーにならないように気をつけてね。他のお部屋も紹介。スタンダードルームや定員4名のフォースルームも。ゆったり過ごしたい方はデラックスツインも。和洋室やジュニアスイートもあります。バリアフリー対応状況。ユニバーサルルームも電話することで希望できるみたい。ルームツアーは以上です。ここからはホテル内施設を紹介していきます。まずは3階のロビーから。奥に見えるのがレセプション。特に混雑する様子はなかったです。ロビースペースに何やら色々と並んでいますね。お菓子を中心にお土産になりそうなものが売られていました。ホテル施設内にある平安玉王桃園の作品や体験メニューの案内も。窓際には庭園のようなスペースも。ソファーなどもあってゆっくりくつろぐことも。レセプション横からは宿泊者限定エリアに。宿泊者エリアには便利な設備もいろいろと。そして大浴場もあるみたいですね。順に見てみましょう。こちらは自動販売機コーナーのようです。お菓子やカップ麺の自動販売機も完備。セブンティーンアイスって美味しいよね。ソフトドリンクやお茶の自動販売機は2機。お酒の自動販売機も。ホテル内にコンビニがないので重宝するかも。こちらが喫煙所。会議室もありました。1時間から利用可能みたい。お手洗いもありました。こちらはコインランドリーですね。4機設置されていました。洗濯・乾燥で120分900円でした。そしてこちらが大浴場である微笑みの湯。男女別の入り口の前には湯上がりどころがあります。タオル完備なのがとっても嬉しい。入り口の前に注意書きもあるのでちゃんとチェックしましょう。それでは公式サイトの写真で中をご紹介。大浴場は内湯のみ。温泉ではないですが十分な広さがあって癒されます。内湯の全体イメージ。洗い場の数も十分にありました。そしてドライサウナも完備。水風呂もあるので整うこともできます。更衣室内のパウダールーム。女性用大浴場は専用のカードキーが必要なのでセキュリティも万全。さて客室階にある共用設備もチェックしてみましょう。エレベーター近くに何かあるみたい。製氷機と電子レンジがあるみたいですね。製氷機も電子レンジも無料で利用可能。カトラリーはなさそうですね。電子レンジ 900W 対応なのが地味に嬉しい。さて屋上へ向かいましょう。こちらの注意書きに従ってエレベーターへ。屋上階に到着しました。傘もあるので雨の日でもテラスに出れます。それではいざテラスへ。こちらが屋上テラスのス
スカイテラス。夜なのでどの辺りまで見えているか分かりづらいですが、眺望が広がっています。少し移動して、こちらがホテルから南側の眺望ですね。当時の五重塔も見えました。テラスにはソファーもあるので、天気が良ければゆっくりできそう。テーブルと椅子も並んでいます。南側から東側の眺望、夜景が思った以上に綺麗です。さて、また施設紹介に戻りましょう。3階から商業施設フロアとなる2階へエスカレーターで降りていきましょう。2階は主にレストランフロアとなっています。降りてすぐにある鴨つけ麺専門店の本家山久。うどんと鴨を使ったつけ麺や鴨せいろなどがいただけるようです。こちらは寿司がいただける本家3級。本格的なお寿司が比較的リーズナブルなお値段でいただけるみたい。こちらはうなぎ専門店の千里うなぎ。鹿児島に本社を構える千里うなぎからカツマンを直送して提供しています。こちらは焼肉としゃぶしゃぶがいただける一寸法師。お得なランチメニューやコース、単品メニューもいろいろと揃っています。こちらの奥には和食をいただける京春菜優勝。お米や野菜などにこだわったお料理がいただけるみたい。その他欧州料理がいただけるカフェ・デュ・モンドもあります。さて、エスカレーターで1階へ降りてみましょう。生け花草月流の作品が中央に飾られていました。こちらが和スイーツやお食事がいただける笹屋より別邸。比較的リーズナブルな和のアフタヌーンティーも楽しめるのも魅力的。こちらは生け花教室の草月ウエスト。ホテルの倉庫とかでもよく見かける草月流ですが、体験レッスンなんかもできるみたい。先ほどの笹屋よりが運営する茶室ササラーン。お茶会やお手前の体験ができるみたい。海外の方とか特に喜びそう。和フレンチ&バーのル・ウブロ。ホテルのウェルカムドリンクもこちらで。他にもフードメニューがあるみたい。後で来てみましょう。清水焼窯元の平安玉王桃園。実際にろくろ体験や絵付け体験ができるのでいい経験になりそうですね。夕食の時間になったので2階にある千里うなぎにやってきました。何やらとっても贅沢なうな重などが食べれるみたい。チェックイン時にお店の時間予約をする感じです。受付を済ませ店内へ。宿泊者用のセットとなるので他の注文はタブレットからおしぼりとお茶をいただきました。そしてお料理もなんかすっごく豪華じゃないですか。うなぎだけでなくお刺身までついているとは。う巻きや肝焼き、骨せんべいも。肝吸い物も揃ってます。漬物とお醤油。そしてこちらがうな重です。入りきっていないはみ出しスタイル。
豪華なだけでなく味も大満足な夕食でした。ごちそうさまでした。うなぎの後、ウェルカムドリンクをいただきにル・ウブロへ。せっかくなのでフードメニューもオーダーしました。こちらガトーショコラ600円。しっかり美味しかったです。飲み物はピーチスカッシュをいただきました。ポップアップだったので今は施設内にはないみたいですね。おはようございます。朝がやってきました。朝食は3階にあるレストラン彩りで、レストラン前のカウンターで受付を、スタッフさんに案内されレストランの中へ。柱のすぐ隣の落ち着く感じの場所になりました。早速ビュッフェ台のお料理を見ていきましょう。まずはこちらから。手前にケースがありますね。温泉卵、ゆで卵、納豆、ちりめん山椒天と九条ネギの鉄パイと栗とニシン、厚揚げ、レンコンキャベツの聖護院大根ソース和え、だし巻き卵、のっけてオクラ、大根おろしもずく酢、鮭とさつまいも、ほうれん草、とびこの白味噌マヨネーズ和え、サバの白味噌生姜煮、刺身こんにゃくとわかめきゅうり、エビの京地どり酢和え、煮豚のおひたし、里芋とカニつみれの炊いたん揚げ出し風、豚バラ肉とごぼう、京都服部お揚げの柳川風、京都竹岡醤油、ごま豆腐2種とポン酢ジュレ、プレーンと柚子味、お味噌汁の具材、京手まり麩、お味噌汁、京丹波しめじの豆乳ミネストローネ、お茶漬けのだし汁と薬味、エミオン特製和風ポークカレー、福神漬け、八代目義兵衛のお米を使ったおかゆ、おかゆにのせる具材たち、はちみつ梅、ごま昆布、ちりめん山椒、八代目義兵衛の白飯、味付けのり、京水菜とちりめんじゃこの白味噌トマトクリームペンネ、ハッシュドポテト、粗挽きポークソーセージ、三元豚ベーコン、スクランブルエッグ、ししゃも、アジの塩焼き、エミオン特製肉じゃが、フルーツのコーナー、オレンジやキウイフルーツなど、ヨーグルト、フロストシュガー、きな粉、ヨーグルトに使うソース、牛乳、アロエ、甘酒フルーツコンポート、ほうじ茶の大学芋、抹茶わらび餅、抹茶わらび餅にかける黒蜜、水まんじゅう2種、柿と紫芋、ミニパンケーキ、北海道ホイップバター、ジャムやメープルシロップ、生クリーム、ミックスベリー、メープルピーカン、カスタードクラウン、新進堂のクロワッサン、トースターも完備。新進堂のパンが各種、どれも美味しそう。サラダのドレッシング、西京味噌ドレッシングが京都っぽい。サラダコーナー、
ポテトサラダやロースハムも、レタス、キュウリやコーン、ミニトマト、ブロッコリーなど、フルーツグラノーラ、コーンフレーク、オレンジジュース、アップルジュース、アイスティーや抹茶ミルク、麦茶など、トワイニングのティーバッグ各種、コーヒーマシン、いろいろとお料理持ってきました。サラダはやっぱり欠かせない。もちろん温かいおかずも。ご飯、納豆、味噌汁は鉄板の組み合わせ。肉じゃが大好き。ジュースも。ちなみにレストランからの眺望はこんな感じ。フルーツコンポート、ヨーグルト混ぜ混ぜ。食べ終わったらこちらを戻しましょう。コーヒーのテイクアウトもごちそうさまでした。名残惜しいですが、チェックアウトの時間となりました。ホテルエミオン京都、いかがでしたか？京都駅からも一駅とアクセスも良く、京都を巡るバスでもアクセスが良い、京都観光の拠点としても最適な超おすすめホテルです。特に夕食のセットプランは今回のうなぎ以外にも充実していて、リーズナブルなのでぜひ1泊2食プランで泊まってほしいなと思います。さて、気になる料金の発表です。公式サイトからの予約で木曜宿泊1名1泊2食付きで19,400円でした。ここに6,488円分のポイントを利用してさらにお得に。いつもはここで終わりですが、チェックイン前後で観光を兼ねて神社参りをいくつかしたので、京都観光の様子もお届けします。まずは1日目の様子から。京都駅から目的地へバスで向かいます。まず最初に訪れたのがこちら、鴨和家雷神社。ご祭神は鴨和家雷狼となります。天気は悪かったですが、参拝する方が多かったです。参拝後、御朱印も直書きでいただきました。次はこちら。ご祭神が自分の大好きな織田信長公となる乾坤神社。御朱印直書きです。降雪がすごかったので映像はありませんが、玄武神社にも参拝しました。ホテルへ向かう前に寄ったフリアンディーズ。美味しそうなパンが売っていたので買っちゃいました。実際美味しかったです。2日目、チェックアウト後、西本願寺へ。国宝である唐門、まさに豪華絢爛という言葉がぴったり。堀川通りまでやってきました。こちらが重要文化財の御影堂門。バスを待ちながらもう少し西本願寺を。御影堂門から入った正面に国宝の御影堂が立っています。その正面に大イチョウも。こちらは重要文化財の阿弥陀堂門。バスで移動してやってきたのはこちら、晴明神社。陰陽師として名高い安倍晴明公を御祭神として祀っています。安倍晴明といえばやはりごぼう星が有名ですよね。こちらは旧一条戻橋を再現したもの。そ
その傍らに陰陽師が刺激したとされる式神の石像が。紅葉と橋の組み合わせもまた風情がありますね。敷地内にお土産屋の桔梗庵も。二の鳥居までの参道脇に日月中。かわいい狛犬も鎮座してますね。二の鳥居は五芒星ではなく生命車となっていますね。二の鳥居のところには五芒星が描かれた門もありました。正面に見えるのが本殿ですね。随所に言い伝えられてる生命らしさが見受けられます。本殿と末社の間くらいに厄除け桃が、桃は魔除け、厄除けの果物と言われているそうです。安倍の生命像も空を仰ぎ天体を観測しているんだとか。樹齢推定300年のクスノキ、こちらがご神木です。非接触おみくじなんてものも御朱印もいただきました。生命神社から少し歩いてたどり着いたのは白峯神宮。御祭神は第75代天皇の崇徳天皇と第47代天皇の順仁天皇。早速中に入ってみましょう。入るとすぐに霊木の左近の桜と右近の立花。自主社の隣に蹴鞠の石碑が。自主社のすぐ近くに昭和天皇がお手植えされたとされる立派な松も。ユニークなデザインの牛の像も。崇徳天皇の歌が刻まれた石碑。歌の説明書きもありました。気になる方はチェックしてみてね。龍神を祀った千龍社もありました。笑い龍、かわいい。こうしてお参りしながら観光するのも楽しいですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。ゆうたびでした。